新人レスラーの方で、合気道信じられない、大和田さんやってんじゃないかみたいな。あれはやってんなとやってんなって信じられないもんな、このために鍛えてるだろ。まあ本気でいけ。いきます。よっしゃ。こんにちは、白川龍です。そしてプロレスリングの慶応選手です。プロレスリングの慶応だ。白川先生、今日はよろしくお願いします。慶応チャンネルでもコラボしているので、ぜひ慶応チャンネルご覧ください。で、前回慶応選手とコラボした時に、大和田選手、現大和田さんに合気道を体験していただきましたよね。もうおかげさまでたくさんの人に見ていただいて、300万回再生。いや、すごいですよね。びっくりしました。いや、あれが嬉しいです。結構見てくれてる人多くて、でたくさんの人が見たんですけど、ちょっと聞いたんですけど、私慶応選手の後輩で、プロレスリングの新人レスラーの方で、あの動画を見て、合気道信じられない、大和田さんやってんじゃないかみたいな言ってるって聞いたんですけど、本当ですか？いや、それ本当なんですよ。あれはやってんなとすごい言ってくるんですよ。「慶応さんあれやってますよね」とか言って「いやそんなことない」って言ってるんですよ、いつも。これ耐えたらもうマジで骨折れるぐらいね、危ないよって言ってるんですけど、信じられないって。ちょっと残念ですね。でもやっぱじゃあ経験してないと分かんないですね。見てるだけだとやっぱどう決まってるかって分かりにくい部分はあるので、そうですね、本当に。ちょっと経験していただきたいです。ちょっと慶応選手呼んでいただけますか？はい、わかりました。新人です。若手の。お願いします。橋本先生、お願いします。じゃあ自己紹介お願いします。プロレスリングの小田島大輝と申します。よろしくお願いします。いや、小田島選手、あの映像を見て信じられないかったんですね。いや、ちょっとやってんなと思ってちょっとやってんな。わざわざ投げられに行ってた大和田。いや、そうですね。大和田さんももうそんな感じだなと思って。やっぱでもね、体験しないと分からないですけど、合気道はやっぱね、相手の関節構造を利用して投げるので、結構合理的に関節が決まってるんで、ああいうふうにやらないと怪我してしまうんですよ。ああ、なるほど。別に大和田さんがわざとやってるわけじゃないんですよね。耐えようと思って耐えれるけど、耐えたら骨が折れちゃうっていう。体験していただければ分かると思うので、もう信じられないからな、合気道。ちょっと舐めてる。レスリングやってたしね。レスリングで全国3位になったことあるんですよ。すごいですね。だからやっぱね、そんな投げられたらダメなスポーツじゃないですか。だから合気道の技もあんな風に投げられるようにないよねと思うんだよね。ということで今回は小田島選手に合気道を体験していただきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。美しい合気道。ちなみに合気道、やったこと、体験したことは？やったことはないですね。もう全くの初ってことですよね。全くの初です。わかりました。それはもうすごい楽しみです。で、最初にじゃあ導入分でじゃあ握手を。握手。わかりました。じゃあ今日小田島選手よろしくお願いします。どうしたの？いや、お願いします。これも本当に関節決めた握手、瞬間に体重かけるだけで。何が？なんでお前膝つくの？わざわざですね。どうした？これも瞬間にかける握手落とし、握手落としで。はい。いいですか、体験。ます。どっか別に普通の握手ですか？普通に握手、普通に立ってましたけど。普通にこう握手しながら別に手首ひねってるわけじゃなくて、瞬間にこう身体操作、体重を下にかけていくっていう感じなんです。ゾワッとしたな。いや、お前耐えないでもこれ耐えるとかじゃないです。これはもう導入部分なので。そう。こういう挨拶。じゃあちょっとプロレス的にいいですか、ちょっと。ロックアップから。ロックアップ、はい。ロックアップありますか？ありますね。はい。手を組みます。普通こう組んだらもちろんプロレスラーが強いので力でやられちゃうんですけど。痛い？痛かったです。これ痛いんですよ。ロックアップからの関節で、それ何個かの合気道の技を今組み合わせて知らぬ間に投げられてた。関節決めて1、2、3、4つの技しておりました。びっくり
りした。ちょっとゆっくりいいですか、はいこう組んだ時にもちろん力で対抗したら負けるんですけど、この首を持っている力を利用して、2強っていう小手回しっていう関節技、ここで決めてました。もうそれで時点で決まってるんですか。これは手首をこういう形で決めてるのを肩からこう押さえてます。これで手首がひねれてこの状態でも決まっちゃうんですよ。でさらにここめっちゃ良かった。拳王選手がやった3強小手ひねりからこれでコントロールできるんですけど、ここからですねつなぎ技があって、鎌手連行術、鎌手連行でこれで連行できるんですよ。でほどいての腰投げ、腰を乗せて。それ腰投げの時はもうずっと手に集中してるから普通に体動いちゃう。そうですね、腰投げの時にまたこれ実は小手ひねり3強3強しながら、ここっから、これでゆっくりいきますね、もう一回じゃあ、組んで、2強3強からこのまま鎌手でこうしてこのほらひねった状態から腰を入れて。もうその時にはもう手しか集中しないですね。痛いから、逆にレスリングで反則ですもんね。関節バレなければ大丈夫なんですけど、これあからさまですもんね。まああからさまですね。でまだちょっとあるのでちょっといいですか。はい。さあ行くぞ。また組んだ時にここで関節決めながら当て身して、関節決めての視点に、でもずっと関節決めてる。ここ関節決めてるんで、これまた飛ばなかったらやられちゃう。そうですね。瞬時に受け身取ろうと思いましたね今。実際にあと当て身、本来だとパーンと当て身をこう組んだ時にここでパーンと当て身顔をやってからでグッとなります。これね、ロックアップして小田島が本気で耐えてみて。わかりました。それでやってみて。で信じられないもんな。合気道の。じゃあそうそう、確かに力入れてないんじゃないですか。ロックアップに力入れてなかったでしょ。力入れてやってみて。本気で耐えますね。このロックが、力入れるともっと痛いみたいな。思いました。いや思いました今。怖かったですよ。でもちょっとプロレス的にはちょっと汚いですよね。普通ロックアップからまあいきなり変いやだけど、だって筋肉の量というかプロレスラーのその圧迫する力絶対違うじゃないですか。ロックアップしたってそれをあんな風にスッとできるのがちょっと信じられないですよ。でももう力入れたらもっと痛いでしょ。痛かったですね。これが合気道なんだよね。そう。ごめんなさい。優しい技。優しい技。分かりやすい。ごめんなさいって言ってるのにまだある。分かりやすいと力の原理が両手で本気で持ってた時に上と下で分ける技があるんですよ。センチ投げもう一回した時に上と下で
思いっきり握ってます。思いっきりお前本気で握ってみてはい握ってます。そのために鍛えてるだろ合気道の技かからないために鍛えてるだろ本気で握ってくれはいこっちはもういきますはいしっかりこっちはもう楽にうわなんでこれが力のかかり方なんですよ上と下何がちょっと待ってどうお前本気出したか本気出しました。本気出して今の今のです。マジで何が起きてんのかこれは上と下上下例えば分かりやすくやると下の力でまあ上は入り身投げといってこう返すで上下力を分けてると相手の人って上と下は力我慢できないんですよ分散する分散するんですよこっち下こっち上なのでうわ本当だ。そしてこう浮いてるうちに体を入れていくはいそうすると倒れますでこれがまたプロレス的シチュエーションでカウンターで使えるんですよこうラリアットとか来た時に同じようにちょっと早すぎて早すぎて分かんないんでもう一回見てもいいですかはい同じ上と下でかかっていくちょっともうちょっとラリアットこれカウンター技でお願いします何マジでこれ今までで一番わかんないかもしれない今の原理なんですよ今まで一番分かんないけどかっこいいいやそう思います映画みたいなんかカウンターでアクションねまっすぐ来る動きに対してこっちは下に切り込んでるでまたこっちが上に来てるのでうわーってだからラリアットでカウンターにするんですよじゃあちょっと応用していいですか、プロレスってロープワークの力も利用してからライラークするじゃないですかはい確かにそれで本気でやってみてわかりました平野さん真ん中にいていたいはいはいいきます。はいよっしゃいやちょっと待ってちょっと今何が起きたんですかどこが痛いんですかちなみにいや気づいたらもう床でした。カウンターでスパーンっていくので工作するので頭刺さりそうでしたね。ちょっと頭いいですかちょっとはい。もう一回こっちもじゃあ勢い使えばいいさらにカウンターとカウンターになる大丈夫か本当に怪我だけ心配でもはい合気道まだ信じられないんだよはい。まあ本気でいけいきます。早い方が危ないです。早い方が絶対危ないです。別にラリアットじゃないですよこっちもラリアット鍛えてないのでラリアットじゃないですけど下と上の動きではいこれ本当合気道ですなんか一瞬元日の記憶がよみがえってきました。でもやっぱしっかり受け身取ってるので小田島選手やっぱバッチリですでちょっとプロレスに応用できるやつと思いついたのではいいいですかちょっとはいはい。まだあるんですかもうすごさ分かったねでもプロレスに応用するのでもしかしたら小田島選手も使えるようなるほどああ分かりましたはいこうロープに振ったらロープワークでプロレスってこうああはいありますね足をかけそうはいこれが合気道であるんですよめっちゃいいのがおいどういうこといいですかはい。はいします。これです何が起きたのはいこれはですね胴体で自分の体の胴体で足を刈るっていうつまずくんじゃないですよ張ってるから前転しちゃうみたいな感じなんですか走ってるに対してこうはい入ってるのでああつまずくんだったら前に行くじゃないですかこいつ前回りしたんですよそう張ってるってことで小田島選手受け身上手なので受け身取らないと顔面からいくじゃないですかで回転してただしゃがんでるだけじゃないってこと違うんですこう流れの中でちょっといくと流れの中でこの勢いが光ってるところです体が胴体で足を
相手がこうやっぱ走って視線がまっすぐじゃないですか、それに対して使う技なんですよ。あれ普通にロープワークしてただけなんですね。はい、なんかここら辺にふわんとなりましたね。ふわんってなるんだ。これなんか結構プロレスのセオリーじゃないから逆に引っかかりますよね。そうっすね。はでもう一個だけいいですか、スペシャルい。スペシャル、はい、お願いします。こうロープ振った時に今の技が今のはプロレス技じゃないですか。これは合気道を応用した合気道を応用したって合気道を応用したフランケンシュタイナーです。合気道を応用したもうフランケンって言ってるじゃないですか。プロレス技ですよそれ。いやでも合気道の跳躍、受け身の跳躍だと回転力ああ利用して、いやそうですね、合気道を利用したから普通見るよりなんかしなやかでした。そうですよね。これが美しい合気道。あ、美しい合気道、はい、皆さん絶賛発売中のゴズに来ましたのゴズリ、おめでとうございます。美しい合気道。すごかったよな。すごかったです。お前ちょっと初めは合気道をね、はいやってんなと思ったでしょ。ちょっと舐めてました。もうそれがもし今日体験してみて、今日合気道本当に心から尊敬しております。嬉しい、やっぱり体験するとやっぱ違うんですよね。そうっすね、はい、本当耐えたら怪我するでしょ。いや、思いました。力入れた方が痛かった。痛かったですね。それが合気道なんだよね、相手の力を利用するから、もう脱力してる人にはかけづらい、でも力入れてる人にはかけやすいっていう。ぜひ小田島先生、今日やっぱプロレスラーって経験が大事なので、こういう美術を通して経験して、もうぜひこうロープワークの中でバーンと足をかけて足かけるんだよね。ロックアップするところを一回関節かける。小田島選手のやっぱり受け身のスキル、これ本当に何にも予告しないでやったら大怪我する。でも白川先生も分かってやってるんですよね。受け身の技術があるやつじゃないって足が怪我しちゃうっていうね。そう、剣王チャンネルでコリエンド式 KSD やった時すごい受け身でこれはやっぱりもうすごいやっぱ鍛えられてるな。ああ、よかったです。嬉しいです。はい、ぜひ小田島先生、今後も頑張ってください。ありがとうございました。慶応選手、今日はありがとうございました。ぜひ慶応チャンネルもご覧ください。そして小田島選手、慶応選手の応援をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今初めて明かされる美しい合気道の秘密。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる。こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道のすべてがここに。書籍美しい合気道、角川より発売。